それでは今回はセリアさんで購入したエンジェルコットンのブラウンとベージュの2色を使ってバッグを編んでみようと思います。こちら使用かぎ針は3から4とあるので今回は4号針を使って編んでみます。それ以外に用意するのは糸切りバサミ、とじ針、目印のマーカーですね。以上を使って編んでいきます。実際に使用した糸はまた概要欄に載せておきますので、そちらの方をご覧ください。それでは編んでいきます。では糸端の15センチぐらいのところで、このように輪を作ります。こちらの長い方の糸を中指と薬指の間に挟んでおきます。ではここから右手に針を持ち、この輪の手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。このまま右手の方に持ち替えます。今度は左手の小指から薬指に糸をかけて、ここから編んでいきます。今からこの輪の中に6個の玉編みを編んでいきます。では今から立ち上がりの鎖編みを2目編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけて、糸を引き抜きます。今これで鎖編みが1つ編めました。もう一度、針に糸をかけて、引き抜きます。これで鎖編みが2目編めました。これは今立ち上がりの目になるので、ここから今度は玉編みを編んでいきます。玉編みの編み方は、針に糸をかけて、輪の手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。この時に一番左側の糸を少し長めに引っ張っておいてください。このくらいになると玉編みが編めませんので、このくらい長めにですね、引っ張ってください。今これで1回針に糸を通しましたが、これを残り4回編みます。針に糸をかけて、輪の手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。その時長めにしておきます。これで2個目になります。これで3回目を編みます。3回目ですね。で続いて4回目。少しずつ短くなってくるので、意識しながら長めにしておいてください。では次、最後が5回目ですね。これで5個。ここは一番右側は立ち上がりの鎖編みなので、1、2、3、4、5。1回につき2本の糸が針にかかるので、合計、この右側を外して残り10本糸がかかっていると思います。今度はこれを一気に引き抜きます。まずですね、ここから針に糸をかけたら、そのまままっすぐですね、糸をこの輪の中から出していきます。このまま今度はこの針に糸をかけて、輪の手前に引き抜きます。これで玉編みが1つ編めました。今ここの1つの塊に5回針に糸をかけました。これを玉編みの1つとします。今からこの輪の中に残り5個の玉編みを作っていきます。ではもう一度編んでいきます。針に糸をかけて、輪の手前から針を入れて、糸を引き抜きます。この時少し長めに糸を出すようにしてください。これで1回ですね。これで2回です。3回、
4回、5回、これで5回針に糸がかかりました。ではこのまま針に糸をかけて、一気にこの10本の糸を引き抜きます。で、鎖編みを1回編みます。これで玉編みが2つできました。ちょっと輪の方が大きかったり小さかったりして編みにくいときは少し調整をしてください。あまり小さいと針が入りにくいので、ほどほどの大きさは残しておいた方がいいと思います。ではもう一度編みます。針に糸をかけて、輪の手前から針を入れて糸を引き抜きます。で、今1回ですね。で、もう一度いきます。これで2回。3回。4回。5回ですね。で、針に糸をかけたら、このまままっすぐですね、平行に入れると輪の手前に糸が出てきますので、ここから鎖を1個編んで、これで3つの玉編みができました。同じようにして合計6個の玉編みを作っていきます。ではこれで6個の玉編みができました。では鎖編みを1回編んだら、今度はこの輪を締めておきます。両端が短い方をぐっと引っ張っていきます。ここからつないでいきます。ちょっと先ほどマーカーをつけるのを忘れたんですが、立ち上がりの鎖編みを1個、2個編んでいます。この2個目のところの鎖編みのところに上から針を入れて、奥の方に針を出していきます。このまま糸を引き抜いて、もう一度糸を引き抜きます。これで1段目がつながりました。そしたらまたここの輪の中心をできるだけ引っ張れるだけ引っ張っておいてください。ではここに玉編みが6個編めています。ではまず最初に編む場所は、こうですね。こことここの玉編みの間の今、ここに立ち上がりの鎖編みのところにつないだんですが、この右側の方に編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを1、2、2つ編みます。続いて針を入れるのは、ちょっと見にくいんですけど、ここに立ち上がりの鎖編みのところの隣にスペースがあるので、ここに針を入れていきます。それで今立ち上がりの鎖編み2番目にマーカーをつけておきますね。ここにマーカーをつけて、スタートの印のマーカーをつけておきます。ではここから玉編みを編んでいきます。まず針に糸をかけたら、ちょっと手前に戻るような形にはなるんですが、この隙間に針を入れて、また糸を出します。長めに出しておきます。これで1回目ですね。ここに2回目、3回目。で、輪が小さいので入りにくいんですけど、糸をちょっと上からぐっと押し込むような形で針を入れていきます。これで4回目ですね。で、針を上からぐっと垂直になるように押していきます。これで5回編みました。ではこのまま一気に引き抜きます。
で、鎖編みを1回編みます。これで、今から、ここにも玉編みが入りますが、ここはぐるっと最後のところで玉編みを編むので、次は、この隣ですね。この玉編みと玉編みの間の隣、ここに編んでいきます。ではもうそのままですね、玉編みを針に糸をかけたら、この隙間に針を入れて、まずこれで1回ですね。2回。この時、この人差し指の糸をあまり引っ張らないようにしてください。引っ張ると、やはりここが、ちょっと引っ張られると、ここが小さくなるので、引っ張らずに編んでいきます。で、3回目。4回目。5回目ですね。これで玉編みが1つ入りました。次もまた同じ場所に編んでいきます。スペースが狭いんですが、もう気にせずぐっと針を入れていきます。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。ではこのまま糸を一気に引き抜いて鎖編みを1回編みます。これで玉編みが2つ入りましたね。では同じようにして玉編みと玉編みの間に玉編みを2個ずつ編んでいきます。これで玉編みと玉編みの間に玉編みが2つ編めています。同じような要領でぐるっと1周編んでいきます。ではここで玉編みの数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ですね。で、今から最後ここに12個目の玉編みを編んでいきます。1回、2回、3回、4回、5回ですね。ではここから引き抜いて鎖編みを1個編んで、次にここのマーカーをつけているところにつないでいきます。この鎖編みの上から針を入れて糸を引き抜きます。これで玉編みが合計12個編めました。では続いて3段目を編んでいきます。ではここからまず立ち上がりの鎖編みを1個、2個編みます。で、立ち上がりの鎖編みのところにマーカーをつけておきます。2番目のところにですね。では続いてここからまた同じですね。今ここの最後に編んだところとスタートのところの間に玉編みを編んでいきます。ここに最初2つ編んでいこうと思いますので、ここに2つ編んだら次は1つに、玉編みは1つになります。では針に糸をかけて、またここの隙間に玉編みを編んでいきます。これで1個ですね。2、3、4、5。で、一気に引き抜いて鎖編みを1つ編みます。では、ここに
また玉編みはここに最後編もうと思うので、ここに玉編みを2つ入れます。では次ここに玉編みを1つ編んでいきます。では、1、2、3、4、5、5回編みました。では、一気に糸を引き抜いて、鎖編みを1回編みます。では、今度はこの玉編みの間には2つの玉編みを編みます。1、2、3、4、5、5回ですね。5個玉編みを編んだので、引き抜きます。では次に同じところに玉編みをもう一つ編みます。1、2、3、4、5、5回玉編みを編みました。では鎖編みを一つ編んで、次の間には玉編みを1回編みます。1、2、3、4、5。これで5回編めたので、1回引き抜いて鎖を1個編みます。ではこのようにしてぐるっと1周スタートの目まで編んでいきます。それではここまで編めました。最後のところにもう一つ玉編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、5回ですね。ではここから引き抜いて鎖編みを1回編みます。では先ほどのマーカーのところにつないでいきます。マーカーのところの上から針を入れて糸を抜きます。ではここまで編めました。では3段目の数は全部で18目になっています。ここから数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、18個玉編みが編めました。では続いて4段目を編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを1、2、2回編みます。では2番目のところにマーカーをつけておきます。玉編みを2つ増し目をしたところにもう一度玉編みを編んでいきます。それで1、2、3、4、5で鎖編みを編んで、ここに玉編みが1つ編めました。ここにもまたもう一度玉編みを後で編みますので、次は隣の玉編みに玉編み1つ、ここにも玉編み1つ、ここには玉編みを2つ編んでいきます。前の段で玉編みを2つ編んでいるところにはまた同じく玉編みを2つ編んでいきます。では隣の玉編み2つ増し目をしているところは玉編みを2つ編んでいきます。
ではここで玉編みが1、2、2つ増し目ですね。ここが前の段で編んでる玉編みのところには玉編みを2つで増し目をして、それ以外のところは玉編みを1つずつ編んでいます。で、同じ要領でぐるっと一周スタートの目まで編んでいきます。ではスタートの目まで来ました。ここで最後、こちらにも玉編みを編んでいきます。1、2、3、4、5。ではここで引き抜きをして、鎖編みを1回編んだら、このスタートの目につないでいきます。では引き抜きをして、これで1、2、3、4、4段編めました。同じ要領で増し目をしながら10段まで編んでいきます。ここで糸がなくなってきたので、新しい糸の変え方を説明します。まず玉編みを最後まで編みます。次にここで新しい糸をセットして、この新しい糸を引き抜きます。ここから新しい糸で編んでいきます。ちょっと前の糸が残ってるんですが、今から編みくるみながら編んでいきます。それでは今からこの2本の糸ですね。糸端の2本の糸を編み地に沿わせながら一緒に編みくるんでいきます。そうすると後で糸始末が楽になりますので、このまま少しだけ編みくるんでいきます。編み地に沿わせて針の上に2本の糸を置いておきます。そうするともう自然に編みくるみながら編んでいきます。では増し目をしながら10段まで編みました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10段ですね。10段増し目をしています。このように玉編みを増し目をしながら編んで、そこの部分が全部で6本できていると思います。これがバッグの底の部分になります。それではここからはバッグの側面の方を編んでいきます。編み方はもう同じ玉編みで編んでいきます。まず増し目を今までしていたんですが、その増し目をせずにこのまま編んでいきます。では今前の段で編んだ増し目のところに来ました。ここでは増し目をせずに玉編みを1個だけ編んでいきます。このまま玉編みが1個編めたら、次のスペースの方に玉編みを編んでいきます。
こからぐるっと一周編んでいきます。これをこのまま18段まで編んでいきます。色は同じブラウンの色で編んでいこうと思います。ではこれで玉編みが増し目をせずに、ここで最後増し目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18段まで編めました。この高さの方はもうお好みで大丈夫ですので、お好みの高さまで編んでいってください。ではここで糸を15センチ残したところでカットしておきます。次にとじ針に糸を通します。では次の玉編みのところの鎖になっているところの下から手前からですね、針を入れて奥に出します。で次は最後に編んだところの鎖の部分の上から針を入れて奥の方に引き出します。擦れないように適当なところで拾いながら糸始末をしていきます。その時に糸が表に出ないように確認しながら糸始末をしていってください。では残りの糸はカットしておきます。ではここからは持ち手をつけるための細編みを編んでいこうと思います。ここからは色をベージュに変えようと思います。まず今最後に編んだところを左の方の端に持っていきます。前後をきれいに揃えたら、今度は右端のところから編んでいこうと思うので、右端の場所を決めておきます。ではその場所から新しい糸をセットします。一度ほどけないように結んでおきます。では今ここから針を入れて鎖編みを1回編みます。でここから細編みを編みます。これで細編みが1つ編めました。ここがスタートの目なのでマーカーをつけておきます。では続いて針を入れるのはこの玉編みの頭のところですね。このスペースに細編みを1つ編みます。次は玉編みと玉編みの間のスペースに編みます。で、玉編みの上ですね。このようにして、この先はずっと細編みで編んでいきます。もう増し目とかもしないので、玉編みと玉編みの間に細編みを1つ編んで、このまま編み続けていきます。ではスタートの目まで来たので、マーカーのところに引き抜いて、マーカーのところにつないでおきます。これで今細編みが120目になっています。このまま6段まで細編みを編んでいきます。で次から2段目を編みます。
同じく鎖編み一つで立ち上がって、今針を入れたところと同じ場所に細編みを一つ編みます。で、マーカーをつけておきます。で、ここからはもう前の段で編んだ細編みの頭に細編みを編んでいきます。では同じ要領で細編みを合計6段になるまで編んでいきます。では細編みが6段編めました。ここで今から持ち手をつける場所を決めていきます。今このマーカーにつけてある数字は持ち手をつける場所を決めるための数字になります。右から15、45、60、75、105になっています。ではまずスタートのところから順番にこのマーカーの方を該当する目のところにつけていきます。まずここが15番目なので15番目のマーカーをつけておきます。でそのまま16、17と数えていきます。でここが45番目ですね。でここが60番目。同じように全部ぐるっと一周マーカーをつけていきます。ではここから編んでいきます。まず最後に編んだところから編んでいきます。編み方は同じく全部細編みですね。細編みで最初の黄色いマーカーのところまで編んでいきます。では15番目に来ました。15番目も細編みを1つ編みます。マーカーのところにも細編みを1つ編みます。で、マーカーは外しておきます。ここからは次に持ち手の鎖編みを編んでいきます。持ち手の鎖編みはこの今外した黄色いマーカーと次のマーカーのところの間の目の数で合わせて編んでいこうと思います。今ここがマーカーのところまでちょうど30目になっています。なので鎖編みも30目編んでいきます。ちょっと長さが短く感じますけども、30目あるのでこのままで大丈夫です。では次に、この鎖編みを次につなぐ場所は、今ピンクの45番目のマーカーをつけていますが、その隣の細編みの頭につないでいきます。で、これで鎖編みが30目と、その下のちょうど隙間になっているところの細編みですね。
ここも30目になっています。今回はちょっと持ち手を小さく作ってみようと思ったので、今このような編み方で編んでいます。この今赤いマーカー60番目は足の目の印なので、もうここは何も気にせず外して編み続けていきます。では次75番目に来ました。ではここで75番目にも針を入れて細編みを1回編みます。ここから同じく鎖編みを30目ですね。30目編んでいきます。この青いマーカーのところには編まずに、その隣側の方に編んでいきます。ではスタートのところまで来たので、引き抜きをしてつないでいきます。では同じく次の段も編んでいきます。で、ここで鎖編みまで来たので、ここからは鎖編みの上に細編みを編んでいきます。針を入れる場所は、この鎖編みの上から針を入れて、下の方の糸のところのすぐ真上ですね。ここに針に糸が1本かかっています。ここに細編みを編んでいきます。鎖編みの上から下の方の糸の上に針を入れて細編みを編みます。続いて最後もですね、最後まで鎖編みの上に編めたら、今度はすぐ真下の細編みの頭にも細編みを編んでつないでいきます。あとは同じ要領でぐるっと一周編んでいきます。ではスタートの面に来たので、そのままつないで次の段を編んでいきます。ではここの持ち手のところまで来ました。ここからは今度は減らし目をしながら編んでいきます。最後の細編み、本体の最後の細編みと持ち手の最初の細編みを2つ一緒に編んでいきます。まず細編み1つに針を入れて、そのまま次は隣の細編みに針を入れて、今これで針に3本糸がかかりました。これを一気に引き抜いて、2つの目を1つにしていきます。ここからはあとはもう1つの細編みに1つずつ細編みを編んでいきます。ここで今1つ2つの細編みを1つに減らして減らし目をしながら編みました。では次反対側の方ですね。反対側の方も一緒ですね。持ち手の最後の細編みと本体の最後の細編みを一緒に拾って針に3本糸がかかっています。これを一気に引き抜いて2つの細編みを1つにしました。ここからは同じように細編みを編んでいきます。ではこのまま同じ要領で編んでいきます。で
は次ここで減らし目をしますが、減らし目の場所は、今減らし目をしたところと、その右の方の細編みですね。この目を拾って編んでいきます。反対側も同じですね。今減らし目をしたところの目と、今度はこちらは左側の目を拾って減らし目をしていきます。これをどこまで編むかというと、本体のこの部分が1、2、3、4、5、6、6段編んでいます。持ち手の部分も同じく減らし目をしながら6段まで編んでいきます。では最後まで編めたので、最後のつなぐ手前のところで糸をカットしておきます。で、とじ針に糸を通して、次の細編みの頭ですね。ここに針を入れて、奥の方に出します。今度は最後に編んだところの目の上から針を入れて、今度は後ろの方ですね。ちょうど糸が2本かかってるので、その下の方に針を通します。ではここから今度は裏側の方で糸始末をしていきます。ここは綺麗に編み地に沿って編み地に沿って針を通してもらって大丈夫です。では残りの糸をカットしておきます。これで完成です。